はい、では、和尚さん、本日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、2024年、キノットの辰年の振り返りっていうテーマなんですけど、2024年も残りわずかとなりまして、改めて月日が経つの早いなと思ったりもするんですけど、今日は今年を振り返るといいますか、キノットの辰年という変化が激しい年回りだったことも踏まえて、こう目に見える変化だったり、世界の情勢や日本の情勢もいろんな変化があったと思うんですけど、和尚さんの視点で2024年のいろんな世の中の変化に対してとか、どういった見方をされてましたでしょうか？恐れの多かった年ですよね。で、自分の中から生まれたその恐怖心とかっていうのに振り回されて、新しいことができなかったなとか、そのチャレンジができなかったなっていう方も多かったんじゃないかなと。で、特にエネルギーっていうのは内側にあるものだと思いますんで、例えば私たちの五体満足、このね、体っていうものを物質面とすれば、エネルギー面っていうのはその内側にある感情であったり、心の部分であったり、もっと奥深く入れば魂の部分であったりすると思うんですよ。でもその潜在意識的な部分ですよね。特に心、マインドって言われてる部分とか、魂って言われてる部分のエネルギーっていうのは、私たちっていうのは常に持ち続けて生きているはずなんですけども、そういった感情的に、感情っていうのはまだ顕在意識的な部分で感じる部分なんですけども、やっぱそれもエネルギーの一つと考えれば、そういった感情面に振り回された方も多かったんじゃないかなと。で、さらに奥深く入って潜在意識的に心のやっぱ部分、じゃあ心って何なんですかって言ったら、固定観念や先入観や価値観じゃないかなと思います。だからそういった固定観念、こうじゃなきゃいけないんだ、こうしてなきゃいけないんだ、これが普通だ、これが当たり前だと。そこでやっぱり、人に合わせて生きたり、もしくは世の中に支配されて生きたり、これが当たり前だっていう部分になんていうのかな、中に閉じ込められたり、そういったことで恐れに振り回された方たちが多かったんじゃないかなと。その結果、世の中っていうものがより悪く見えてしまったり、今年っていうのはだからよく見えた人と悪く見えた人の両極端になってるんじゃないかなって思います。世の中的にも物質的にもすごく良くなったよっていう人もいれば、めちゃめちゃ悪くなってるって、その極端にどっちかになってしまったんじゃないかなって。でもそれはじゃあどうしてかって言ったら、自分のその観念って言われてる、こうしなければいけないっていう当たり前とか、合わせすぎて自分らしく生きれなかったっていう人がやっぱマイナスに見えている、マイナスを形にしてしまったんじゃないかなと。っていうことはやっぱり自分自身の観念の殻を破ってほしいなっていうのが来年に向けてのやっぱエネルギーだと思いますんで、やはりその個性ですよね。やっぱ自分の中にあるより個性、これ比べようのない個性だと思います。なので仏教には四苦八苦っていうね言葉があって、よく私 YouTube でお話してますけども、生老病死っていう苦しみのプラス愚不徳苦って言って求めても得れない苦しみとかで、愛別離苦って言って愛する者と別れる苦しみとかで、あと温存苦って言って怒りとか妬み恨みつらみ、こういった感情に支配されてしまう苦しみとかで、最後に五運浄苦って言って人それぞれがやっぱ違うんですよと。同じじゃないんですよと。物の見方も考え方も当たり前もやっぱ人の同じではないんですよと。やっぱ顔や性格が違う、学んできたレベルも違うのと一緒で、やっぱ違うんですよと。それをどうしても求めてしまうんですよね。自分がこれが当たり前だからあなたもきっと当たり前なんだっていう目線で求めてしまうんですよ。そうするとその考え方も違う相手からもやっぱり求められてるんで、それがやっぱり生きにくさであったりとか生きづらさであったりとかっていう恐れに変わってるんじゃないかな。じゃあそうじゃなくって人それぞれが違うし、物の見方も違えば捉え方も違う。それをどうしたいのかもそれぞれが違うんだよって。これはたって親子であってもそうだと思うんですよ。だからあまりにもその自分の考え方を押し付けられてそこに支配されてしまったりとか、もしくは逆に自分の考え方を人に押し付けてしまって支配したりとかっていう枠の中に収まってしまった方も多かったんじゃないかなと。っていうことは後半戦もっとね
自分の個性を比べようのない自分っていうものをもっと信じていただいて、まあそれでいいんだよっていうことじゃないかな。これがいいとか悪いとかないと思うんですよ。それでいいんだと。自分らしくっていうのはやっぱもっと自分自身を信じてあげてほしいし、役割の違いってありますからね。同じね花でも赤色の花と青色の花っていうのは別物だと思いますしね。なので、ワンちゃんになんでニャーって鳴かないのって言ってるのと一緒で、ね、それは猫だから犬だから違いあるじゃないですか。で私たちも同じ人間であっても、ね、じゃあ私こうなのになんであの人はこうじゃないんだろうとか、自分はこうなのにどうしてこうやってやってくれないんだろうってやっぱ求めれば求めるほど苦しみってやってくると思う。だから求めるよりも与えれる人になるために自分が成長する。そうするともっともっと人を応援できるような人になる。そのために自分が成長できるって考えれば、自分の個性をもっと活かせる勉強をしていただくことがこの年末に対する反省っていうか反省の機会になっていくんじゃないかなと思います。確かに最近は特にそのニュースとかでいろんな情報というか入ってきて暗いニュースが多いので、なんかそこになんか支配されそうな自分もいるなと思うんですけど、実際そこは全く自分の人生とはすごく関係ないところであるニュースがほとんどで、その時こそやっぱ個性に逆に目を向ける必要があるんかなと思いました。はい、なのでそういった一回ね、私が今文句モードっていうのを始めてるんですけど、そういったのも一回そういったね電子機器やメディアやそういった情報をね、マイナスの情報は特にねリセットしてみる時間っていうのも大切にしなきゃいけない時なんじゃないかなと。それよりは自分に向き合ってさ、自分の個性をどんどん出していってほしいかなと思います。本当にもう年末で、残りわずかなんですけども、まだ終わってるわけでもないので、ぜひ改めて自分の個性っていうのをこう見直すような時間にもしたいなと思いました。そうですね。恐れを克服していただきたいと思います。そしてですね、毎回のお話しさせてもらってるんですけども、1月19日にも開運新年会もありまして、そこではねみんなでご祈祷するお時間もありますので、そこで新年の気をしっかりと受け取る準備も一緒にみんなでしていけたらなと思います。はい、では本日は大城さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。